皆さんこんばんは、プレイツリーです。今回は木工とか大工とかガンダムとか全然関係なく、ガンダムはちょっと後で出てくるかな。まあ要するに Vlog みたいな動画です。いろいろ悩みました。動画を撮るのもこうやって、アップするのもどうなのかなという思いでなんですけども、悩んどるぐらいなら、やってしまえということで、このようにアップします。この動画に対して意味づけるとしたら2つあります。いつもの僕の YouTube チャンネルなら、僕が楽しんでおるところを見てもらって、共感してもらって一緒に楽しみたい、いろんな人に見てもらいたいっていう思いなんですけども、今回は、たくさんの人に見てもらいたい、共感してもらいたい、僕がどんなやつなのか知ってもらいたい、そういうのじゃなくてですね、この動画の意味の一つ目、この動画が僕の心のはけ口になれば、薬になればいいのかなという、本当に自分のための動画です。一つはね。もう一つの意味は後で話します。とりあえずそんな感じです。タイトルにもあるように行き先は韓国です。韓国旅行、旅行っていうとね、なんかこう楽しいイメージね、ちょっと連想するような言葉なんですけど、韓国の旅ですね、の、Vlog みたいな感じで撮ってきました。この YouTube だけじゃなくて Instagram を見てくださっている方は、僕がたまに韓国語でつぶやいたり、韓国の歌流したり、してるので、妹にね、在日の韓国人に思われとるんじゃお兄ちゃんみたいなこと言われたこともあるんですけど、もう今更もう何人でもいいんですけど、日本人です僕は。全然混じってなくて完全な日本人なんですけども、あれはまだ20代半ば、親方のとこでね、弟子でおるときにたまたまね、平日休みがあって、たまたまテレビつけたら韓国ドラマがやってて、それにね、なんかこうドハマりしちゃって、それでね、いろんなね韓国ドラマを見るんじゃなくて、ただただもう喋ってみたいっていう気持ちになって、いきなりもう勉強始めて、独学でやってたけど、やっぱりね、教えてもらった方がもっと早く身につくと思ってね、近くの教室探して、そこ行ったらね、本当によくしてくれたんですよね、先生が。今までね、何年か教えてきたけど、若い男の子は初めてやっつってね、男の先生なんですけどね、めっちゃ可愛がってくれてね、正直言ってね、それまでは韓国に対してあんまりいいイメージもなかったですし、こうやって今みたいに K-POP とか、ネットでね、こうドラマが見れるような時代じゃなかったんで、身近じゃない感じだったんでね。けど僕が多分ハマったのはヨン様の後かな、ちょっと後ぐらいかな、その時代ですね。勉強を始めた理由がただただ本当に喋ってみたいっていうだけで、韓国行ってみたいとかね、美味しいもの食べたいとかね、そういうのがなくて、ただただ本当に語学勉強が楽しかったんですよね。多分こうなんていうかな、英語やとね、やっぱちょっと分かってないと恥ずかしい部分あるじゃないですか。けど韓国語なんてね、ゼロからでなんかこうね、分からんくて当たり前みたいな、なんで、スッと入れて、それがねこう理解できて、ちょっとでも話せるようになって、なんかすごい楽しかったんですよね、それが。とはいえね、数年勉強してもね、近い隣の国なんですけど、一向に行こうとしないんですよね、僕が。海外も行ったことなかったんで、パスポートもその時なかったし、取ろうともしないんですよね、僕が。それにね見かねてね、なんかその当時付き合ってた彼女にね、ケツ叩かれて行った覚えがあるんですよね。そんだけやっとんだら行ってこいみたいな。なんでやったか覚えてないんですけど、一緒に行こうじゃなくて、俺一人で行ってくるわみたいな感じで行ったんですよね、多分。ちょっと覚えてないんですけど、それでね、行っ
たらね、もうちょっと羽が生えたわけなんですよ、僕に。数年ね勉強しとったといえね、趣味でやっとったぐらいなんで、本当に大したことなくて、本当ワンフレーズワンフレーズを覚えてったぐらいで、でもね、その僕が言ったことが伝わった時のあの感覚はすごい、なんかこうね、言葉で言えやんような、本当に欲でですね、無駄にいろんな人に話しかけましたね。確か俺警察官にもあの時知ってたのに道聞いたり無駄に、僕そういう性格じゃないのにすごいアクティブに行動できてたんですよね。本当特にこう観光地に行ったっていう記憶もなくて、ただこの韓国語にハマらしてくれた女優さんが一人いるんですけど、その女優さんは亡くなってて、そのね女優さんのお墓参りに行ったっていうね初めての韓国旅行で、そんなちょっと変わってますでしょ僕。そんな感じでしたね。いや当時はスマホなんてないんでね、パソコンは持っとったんで、多分日本でおった時にね、メモしてね行ったんですよね。よう行ったんですよね。本当今思うと。買ってきたものもね一つ覚えてます。ぶっとい辞書買ってきたっすね。韓日辞書か日韓辞書か忘れましたけど、今でもありますね。あれをね買ってくるっていう僕ぐらいちゃうかな、とにかくね、もう本当にものすごく楽しくてね、もう一回行きたいみたいな、もうずっとまだ降りたいなっていう気持ちで帰ってきたんですよね。それだけは覚えてますね。それから月日が少し流れて、親方のところに、僕が高校出てから13年目ぐらいかな、早くね一人前になって早く親方みたいな親方になってっていう、僕はそういう考えがないというか、そういう親方タイプじゃなくて本当に職人タイプでね、やでもんで、親方のとこおればねいい仕事させてもらえるんで、ずっとおろうかなとは思ってたんですけども、やっぱり人間関係ですよね。やっぱ問題は上の兄弟子と合わないんですよね、ぶっちゃけ言うたら。やもんでね、僕が出ていくしかないかなっていう感じで決めました。親方にね年明けさせてくださいって言って、普通ならね、よっしゃこれから一人で独立してやるぞっていう時にですね、これまた僕が韓国に1年行っちゃうわけなんですよね、仕事せずに。それがちょうど30手前で、ワーキングホリデーっていうねビザがね、1年行けるビザが30までやったんですよ。これやと思ってね、もうこのタイミングしかねえやと思って飛び込んだんですよね。1年本当に全て置いて韓国に行きました。そのワーキングホリデーのビザっていうのは、1年無条件でおってもいいよと、ちょっとしたバイトならしてもいいよっていう、そういうビザなんですけども、いやもうね、その1年本当にね、誰もが経験したことないような経験をねしました。本当に濃い1年を過ごしました。この動画の中でいろんな昔話伝えていこうかなと思うんですけども、本当に一番はね、人に恵まれました。本当に今回の動画にもたくさん友達が出てくるんですけども、本当に10年来のその時の友達ですね。おい一人目の友達です。わざわざ有給取って空港まで迎えに来てくれました。いつもありがとう。고마워요. 갑시다. 아니야 괜찮아. 아니에요. 예, 짐도 뭐. 야야야야야야. 고마워. 고생했어요. 아니요. 별로. 2시간도 안 꼴렸어. ほとんど日本語を話さない友達ばっかりなので、こっからずっと僕は韓国語です。 라이브 하는 거 봤어. 아 그래 봤어? 고마워. 고마워. 도네이션 하려고 했는데 형이 집중을 못 할까 봐요. 괜찮아 갑자기 원이 나오면 당황할 この間のライブ見たよっていう話してくれてます。スパチャしようと思ったけどウォンが出るから多分俺がねびっくりしてなんか止まってしまうの良くないかなと思って投げやんだっていう話してくれてますね。たまにねウォンが投げられるときは彼が投げてくれるときですね。 유튜브? 뭐 어떨까? 일단 나도 찍으려고. 나도 사실은 아, 그래? 이번에 일본 형 올 때부터 뭔가 나도 유튜브를 시작해볼까 했어. 해봐. 일단 해봐 한번. 그 뭔가 외국인 친구가 왔을 때 뭔가 한국을 진짜 약간 로컬라이즈. 그거 좋잖아. 약간 진짜 현지인만 갈 수 있는 그런.
그게 좋은 것 같던데.まあ、GoPro 片手に持ってたもんで YouTube っていう話で、僕も日本から友達が来たって始めようかなってそういう話してます。 음악이 나오면 안 되잖아. 안 돼. 오케이. YouTube やと音楽流すとあかんねえっつってことで切ってくれました。신호가 있고. 고마워。 아까 전에 장볼 주머니, 장주머니에다 갖다 내려도 돼요. Thank you. まあ、彼の家がインチョンの空港から近いこともあって、まあ、初日と最終日僕のとこ泊まってきなって言ってくれたんで、まあ、何回も泊まらせてもらってるんですけども、まあ、お言葉に甘えてってことと、まあ、初日にねもう速攻ついて買い物だけしてねお土産、まあ、僕はあんま買うもんないであれなんですけど、まあ、そこね荷物になるお土産はね買っといてこの友達の家に置いとかしてもらうっていう作戦ですね。뭔가 있으면 좋은데. 근데 뭐 하려고? 뭔가 있나? 그거 사야 돼. 그 뭐지? 친구가 먹는 거? 아니야. 아 이쪽에도 있잖아. 아 되게 많이 있잖아 그쪽에. 新発売のものなのか、ここのね地方で作ったビール一回飲んでほしいってこと探してたんですけどなかったですね。朝日がいくらやこれ2750円。じゃあ275円。1個で350円。高えな。韓国でね独特でまとめ買いすると安かったりするんですよね。あれ1個やと350円で4個買うと275円になるって感じですね。これあれみたいだね。これ絶対レモンドを意識しとるっすよね。多分似てますよねこれ。なことないよ。ビールばっかや。あ、僕の好きな札幌。何これプレミアム。300円ぐらい。5本まとめて買うと208円。まあ円じゃないんですけどね。まあ。うわ。オリオンまであるやん。はい。韓国の酒あんまりな、俺。欲しくないな、ビールは。그럼 뭐가 사러 갈까? 아, 그리고 형 선배님 술 좋아하나? 뭐 먹지? 먹어요? 하나 내가 사줄까 이거? 아니. 괜찮아. 아, 비싼 거 말고. 아니, 내가 가져가는 거 힘들어. 괜찮아. 괜찮아. 알았어. 조그만 거 하나 사줘. 아니. 필요 없어. 그러면 友達がねこの前ライブ手伝ってくれた僕の先輩になんかお酒買ってプレゼントするよって言ったんですけど、僕は持って帰るの偉いでやめといてっつって大丈夫っつって断っとるところですね。오케이. 그럼. 갑시다. 이게 다군요. 미안 이거만. 아니야. 뭐가 좋아? 買い物も一旦とりあえず終えてその友達の家ね荷物置かしてもらって外出てきました。ここはねインチョン空港があるその一緒の島ですね。埋め立て地なんかな。ここは車で20分ぐらいのところです。新しい都市ですね。 여기는 이제 하늘 도시라고. 하늘 도시. 아, 써 있네. 뭐 여기 새로 여기 우리는 새로운 집 작년에 들어왔고. 아. とりあえずね初日の夜肉でも焼いて食べるかっていうことで来ました。ほんとね韓国はキャッシュレスとねこのキオスクっていうこの機械がね進んでねこればっかですね。요새 거의 이거지. 네, 맞아요. 키오스크. 키오스크가 아니라 이거 태블릿. 근데 이거 쓰고 나는 거. 일단은 거의 여기서가 아니고 나가기 전에 여기서 할 수도 있어요. 바로 여기 있어? 있어? 카드 기계가 있는 데가 또 있어. 네. 처음이야 이거도. 텔리.
Really? 한잔 받으시죠. Oh, thank you. やっぱり韓国来たらね、韓国のビールでしょう。まあ焼酎もね飲むんですけど、とりあえずねビールで乾杯しました。あ、ないですよ。자, 네. もう韓国はねいっぱいいっぱい飲むことにね乾杯するんですよね。まあ、一緒のタイミングで飲もうっていうなんですかねあれは。기름이 많아서 아마 그러네. 하고 아, 진짜 그런가 봐. 아, 진짜 그런가 봐. 드세요, 드세요. 좀 알아서 잘 드세요. 오케이. 네. 이것도 먹을까? 소금 찍어 먹으면 될까요? 이렇게. 아, 그럼. 드시려면 드셔도 돼요. 와 오랜만이다 이거. 뭐 이거 이렇게 먹는 거 오랜만이야. 약간 야끼니쿠랑 좀 다른 느낌이죠, 그렇죠? 응. 그러니까 이거랑 저도 この部位は日本語で言うと肩ロース、座布団って言ってましたね。大変うまい。うまっ。 이거 매운 소스인가? これは日本でいう牛刺しですね。美味しかったです。ソースはね赤いんですけど別に辛くなくてね、なんでしょうあれ。まあなんか近くの居酒屋みたいなところで、はい、移動して二次会ですね。그런데 혼자 하이보르. 오 하이볼 하이볼네. 僕がね韓国住んでた頃はねこんなんなかったですね。やっぱもう酒っつったらもう焼酎かビールしかなかったんで。 코리안 스타일. 한국 스타일. 絶対これ 한국 스타일. 진짜 そして韓国の居酒屋で言うともうこれが定番の突き出しですね。まあこれ無料っすね。なんでなんですかね。このお菓子絶対出てきます。 일본처럼 일본은 일본은 아니야. 그거 맞아요. 그러니까 한코 스타일. 한국 한국 스타일이네. 자, 맛있겠다. 韓国のね残念なとこは 하나 드셔보죠. 一人酒がねなんかこ 드셔보세요. 예, う 손가락. なかなかできないような文化というかそんな感じなんでね、そこだけはちょっと僕残念やなと思ってます。なんかやっぱみんなでっていう感覚なのか、それとも一人やとやっぱ家でこう宅配がすごい進んどんので韓国はそういう意味もあってやっぱ一人でね外でなんか飲んどるっていうのがあんまりね見ないというか、友達も食堂って言って食堂ならいいんやけどこういうスルチっていうのはこういう居酒屋なんですけどそこで一人で飲んどるのはちょっとなんかおかしいみたいなこと言うんですよね。まあ今回はね幸いにも1週間いたんですけども、まあ、ほぼ毎日ですね違う友達たちと会ってご飯食べてたんで、まあ、あれだったんですけども네 개 사야 할인 있으니까. 아 그래? 이렇게 써야 돼? 할인이야? 괜찮지. 今回の旅の目的は次の日にあったんで
まあね、あんまり深酒はっていうことなんですけど、まあ、ね、最後は友達の家で軽く飲んで初日は終えました。졸려. 本当にね、友達にはよくしてもらって、あったかいところでぐっすり眠れました。本当にね、一人やったら次の日がね、あれなんでどうかしてたと思います。本当にね、助かりました。ありがとう。次の日、朝から、今回の旅の目的のところを行ってきたんですけども、まあちょっとカメラもね、回すような余裕っていうか、気にもなれないというか、ちょっと無理だったんで、無理でした。まあ無理やわな。まあそれを終えてね、午後に、まあ先輩なんですけども、この先輩も僕が韓国住んでた時から仲いい、10年以来の仲良くしてもらってる先輩で、会おうって言ってくれて、ソウルの方まで来ました。このソウル駅もね、本当に久しぶりに来ました。住んでた時も3ヶ月だけ最初ソウルいたんですけど、もうあとはね、ちょっと引っ越してインチョンの方にずっとおったもんで、ここにあんまりね、ソウルに出てくることはなかったんですけども、このソウル駅はね、すごい思い出深い場所で、ここのね、近くのカフェでワンツーマンでね、日本語レッスンしてました。僕が日本語の先生やってました。ご覧の通りね、日本語もね、下手くそなのにね、よう教えてましたね。けどね、人気あったんですよ。ここではね、女子高生1人と、大学生の女の子と男の子と、ここで3人ね、教えてましたね。全員ね、ネットで募集した人たちで、まあね、ずっと僕が帰国するまでずっと通ってっていうかね、一緒に勉強した方とか、数ヶ月だけだった人とかもいるんですけど、10人ぐらいは多分教えましたね。本当にやるでしょ僕。ここはね、ソウルのチョンガってとこなんですけどもね、いつもね、この先輩と会うとね、ひたすら酒飲んで、なんかもう、飲んでっていう感じなんですけど、なんかね、今回は先輩らしくないというか、柄にもないっていうか、あんまり言うと怒ってくると思うんですけど、なんかね、お前いつも来てもその観光とかせんやろっつって、たまには観光一緒に行こうやみたいな言ってくれてね、街に連れ出してくれました。여기가 조개사야, 조개사. 조개사. 조개종이라고 가장 큰 종파야. 불교 중에서. 여기가 본거지야. 기지야, 기지. 그래요? 이거 처음이야 온 것 같은데요. 네. 이런 거 있었어? 한국 하면 여기가 가장 큰. 그랬어요? 아니, 절이 크다는 게 아니라 네네. 이 종파. 이거 세보망. 근데 일본하고 좀 비슷하지 않나? 뭐지? 그런 색깔 없어요, 이렇게 뭐. 뭐지? 아, 그래? 네네네. 그럼 그냥 거의 나무색이야. 나무색이요. 거의 그래요. 그렇구나. 네. チョゲサって言って、お寺ですね。韓国の仏教の最大宗派の総本山って書いてあります。 네, 그래도 그렇게. いや、俺来たことなかったですね、多分。 큰 거 있네요. 와. 아, 대운종. 올라가도 되는 거예요, 여기? 와, 예쁘다. 모르겠어. 비슷하잖아. 뭐 비슷하게 하는데. 네. 벌써 크리스마스. 아, 크리스마스. 여기 삼지기류요. 삼지기류였어요. 삼지기류. 쌈지길. 네네, 여기. 맞아. 네.
ここはインサドンってとこですね。今さっきのとこはサムジギルってとこで、僕が初めてね韓国旅行一人で来た時に来ましたね。ルルブかマップルかね、そういう本に書いてあってね、いやもうそれ読んできた覚えがありますね。思い出しました。ここはねチョンミョってとこですね。ユネスコの世界遺産になっているとこなんですけど、この日はお休みでした。 아니 나 이 근처 와서 한 번 가려고 했더만. 그래? 나 여기 저기 어디냐 여기. 동그랑땡. 에? 동그랑땡. 동그랑땡. 뭐요? 동그랑땡 뭐예요? 뭐가 들어가 있는 거예요? 이제 포크하고 네. 돼지고기. 베지터블하고 섞어가지고 네. 만든 거예요. 돼지고기. 그러니까 돼지고기 야채, 야채. 약간 야채야. 코리안 스타일 오코노미야키. 아. 네. 그 돼지고기 들어있는 오코노미야키 스타일 비슷하다고. 아. ちょうど近くにね先輩の友達が屋台のお店出しとるっていうんで食べに行きました。豚肉のミンチに野菜を混ぜて、焼き上げたナゲットみたいな感じで美味しかったです。それとねマッコリですね。この先輩とマッコリとねエピソードがあるんですよ。この先輩とどうやって会ったかっていうと、僕がね韓国行く前に日本のいつもの先輩じゃないまた違う先輩にお前バンドやれって言われて、いやもうそれまでに韓国行くの決まってたのに、もう無理やりなんかもう安いねサックスなんか与えられて、これ持って向こうで覚えてこいみたいな、練習してこいみたいな感じ言われて、そやもんで韓国で音楽教室探して通ったんですけど、そこのねサックスの先生としてね出会ったんですよね、この先輩とは。今はねもう辞めちゃってね、本当に似合わず今は警察官ですからね本当に。その時もねその先生と生徒っていう感じじゃなくて本当に友達みたいに接してくれて、僕はね韓国語とサックスが同時に覚えれるわけなんですよ。先輩は先輩でね外国人に教えるの初めてやなんて言ってね本当に仲良くなったんですよ。そこでね韓国の文化も教えてもらったというか、なんかこう雨の日があったんですよ。ほんで雨の日のね雨の音はこのチョンってチヂミですよね。チヂミの焼く音と一緒やっつって、こういう雨の日はマッコリとチヂミを食うんやっつって、よしもうレッスンをやめよう今から飲みに行くぞみたいなね、本当にそんな感じで仲良くなったんですよね。傍から見たらね悪い先生やったと思うんですけどね、僕からしたらね本当に仲良くしてくれる本当先輩やったんでね、本当に楽しかったですねあの頃は。요한테 문자 왔어요? 했어요? 다행이네요. 저기 어제 그냥 네. 인우였다. 実はこれは次の日ですね。マッコリ飲んでからブラブラまたして、夜に友達また紹介するわって言ってくれて、また3人で飲んで、日またいだし、ソウルのね東側で僕のホテルインチョンで撮ってたところだいぶ遠いところまで来てたんで、もう先輩がもう泊まってきなとか言ってくれて、朝ごはん食べて、ちょっと散歩しようって言って、低い山なんですけど登ってきました。 보기에는 되게 그냥 가만히 있고 조용해 보이는데 네. 딱 들어가면 막 사람들 너무 바쁘게 사는. 그러네요. 그치? 그러네요. 멀리서 보면 그냥 네, 가만히 있는데 그렇죠. 다 바쁘게. 네. 엄청나게 많은 사람들이 여기 다 있는 거다. 네. 그러니까요. 그러니까 웃겨. 네네네. 다 있어요. 다 있어. 그러니까 너도 그 비키니 건담을 남자가 아니 그 옆에 뭔가 여자 갸루를 항상 해갖고 보통 좀 보고 이렇게 비키니 입고 건담 가서 간다. 간다 뭐 나가. 그래. 오우. 僕のね YouTube を見てくれてて、なんかもっとどうしたら人気になるかみたいな話してて、なんかねどんなジャンルでもあるじゃないですか。女性がねちょっと肌露出してね、なんかそうしたらお前もなんかビキニ着てやれみたいな冗談なんかねふざけた話してるんですよね。 네, 지금도 이쁘네요. 근데 색깔 이뻐요. 이제 겨울 되면 이제 나무가 없어. 네네. 나무 네.
僕のね全てとは言わないですけど、知ってくれてて本当に気にかけてくれて、こうやってよくしてくれて本当にありがたいですね。 네. 형 항상 고마워요. 다음에는 일본에서 봐요. 食事はチキン、韓国の 한국말로 해요. 한국말로. 이거 순살 치킨이라는 우리가 이치만 유명한 隣の国とはいえね、海外にこうやってね僕のことを知ってくれて仲良くしてくれるね、男女関係なく友達がいるって本当に素敵なことですよね。ありがたいです。 어디? 아 바삭 누룽지 치킨이라는 어디? 꼬치 꼬치 아 이거네. 이거 저거랑 우리 오스스메 데스. 난 찍었지만恥ずかしい. 그럼. 韓国って言ったらねチキンにビールなんですよね。これなんでなんかな。あ、そうや、僕の好きなケンタッキーも行ってきたです。韓国のあれね、毎日ね9時から10時までは1個買うと1個ついてくるんですよね。日本もそうしてほしいです。本当に毎日パーティーできるんですけどね、ケンタッキーパーティー。今回登場する唯一の女性の友達なんですけどね、全然ね取ってなくてね残念ですね。また美味しいもの食べに行きましょう。ありがとう。 이거는 오래되니까.ここはインチョン、その中にある小さな町です。僕が住んでたところから地下鉄で言うと2駅来たところなんですけども、ここはね本当に大切な場所です。今から12年前、空港まで迎えに来てくれた友達もサックスの先生だった先輩も彼女のおかげで出会いました。ソウルからインチョンに引っ越してきたのも彼女がこの町に住んでいたからです。この坂を登り切ったところに大学があるんですけど、そこで彼女は働いてて、その先には彼女の家があって、ほぼ毎日一緒にいて、ほぼ毎日僕のところで夜ご飯食べては、夜ちょっと遅なってから2駅ほど2人でね歩いて送り届けてね、懐かしいね。よくお母さんからね何時に帰ってくるのっていう電話ねかかってきてたのを思い出します。本当にニコニコして来れてた韓国なんですけども、今は実際はなんていうかこうね言葉では言えないですね。本当になんか重たいですね。どこを歩いてもね本当にいい思い出が浮かんできて、なかったことになんてできないですし、けどねそれを思い出すとねやっぱ本当にね本当にね全て彼女のおかげです。こうやってね下手やけど韓国語喋れるようになったのも、向こうでね携帯変えたのも、銀行口座作ったのも、部屋借りれたのも、全部近くの音楽教室探してくれたのも、日本語教室生徒をインターネットで募集してくれたのも、また他の仕事を見つけてくれたのも、全部ね韓国で生活した全部はね本当に彼女のおかげです。この YouTube チャンネルの名前もこのデザインも彼女がしてくれたもので、最初のねプレイツリーの P はこう音符をひっくり返したような形にしているのは彼女が音楽をやってたもんでね、そういう形にしたんですよね。本当に全部彼女のおかげやのに、ほんまに俺はアホや。
こもインチョンのプピョンってとこですね。僕たちが初めて会ったとこですね。ここね、昔噴水になってたんで、ここの前でね待ち合わせしたんやね、最初。ここはね、あんまりまだ観光客の人には知られてないかな、どうかな。インチョンのプピョンのもうね、すごい地下ショッピング街なんですよ。ものすごい広くてね、迷子になるんですよね、ここ。本当にマジでわからんですよ、ここは。いやもうね、韓国の人もね、ここはね、地下迷路って言うんですよね。本当にものすごいもう店がふわー並んでてね、一回もしよかったらね、行ってみてください。地下迷路っていうだけあってね、一本道じゃなくてすっごい枝分かれしててね、なんかね、やっぱまっすぐじゃないんですよね、床が。なんか斜めってね、勾配あったりしてね、本当にものすごいですよ、ここは。出入り口もね、いっぱいあるんですけどね、もうどこがどこか分かんないんですよね。とりあえず出てこれたっていう感じで駅前に出てきました。外は外でね、ものすごいね、もう飲み屋街とね、服屋さん、ショッピングするとこいっぱいあってね、本当にここおすすめです。アートボックス、昔からあるんですけどね、なんかね、ちっちゃい小物が売ってます。ここおすすめですよ。知ってるかな。姪っ子へのお土産をここで買いました。진짜 오랜만이다. 이무ハクって書いて今っていうとこなんですけど、ここが僕の住んでたとこです。やっぱ飲食店はね、がっつり変わってますね。そしてこのバス停ですね、懐かしい。日本語を教える先生する前は韓国で土方仕事もしてました。朝6時ぐらいね、このバス停からね、バス乗ってね、事務所行くんすよ。そっからね、今日お前ここ行ってこいとか言われてね、本当に日雇いってやつですよ。土方仕事といっても本当にいろんなことをしました。この舗装工事、植木の植え替え、マンションの養生、掃除、解体、本当にさまざまなことやりました。大工仕事をね、あるとこにね連れてってもらえたらね、本領発揮できたんですけどね、やっぱり木で建てとる家なんてないんでね、なかなか厳しかったですね。でもね、建築現場でね、ものすごい日本語が使われてたのがね、本当にちょっとびっくりしましたね。コンクリート発るやつ、あれ発りとか言ってね、あと木はたるきとか言いましたし、でかいハンマーは大ハンマーとか言ってね、本当にめっちゃ日本語が使われてましたね。本当に現場でしか使わんような韓国語も覚えてね、これ言うとみんな笑ってくれるんですよ、韓国の人たち。スレバッキかっこわ、ピッチャルかっこわ、サダリかっこわって、ちりとりほうき脚立持ってこいって意味なんですけどね、これ言うとみんな笑ってくれるんですよね。土方っていう言葉もね、ちょっとなんか変わって野方になるんですけど、体を使った仕事っていう意味で使われるんですけども、本当にそれやってきたって言ったらみんなはーってね笑ってくれるんですよ。確かにその当時もね、外国人なんて本当僕しかいなかったですし、20代の若いやつもいなかったですね。今の僕よりもっと年齢の高い方ばっかの中でやってました。まさかと思ったんでしょうね。僕が外国人っていう日本人っていうのも最後の最後まで分かんなかったっていう方もいましたし、いや本当いろいろやりましたね。夜勤もやったしね、ソウルに出張までしましたからね。そんで日本好きな おじさんになんかすっごい気に入ってもらえてね、一緒によう仕事してましたね。懐かしいです。와 진짜 오랜만이다.
そしてここですね、1個電気ついとる部屋あるじゃないですか。あそこに住んでました。ここ新築やったんですよね。僕が初めて入ったんですよ。こんなんなかった。パン屋さんはなかった。ここにね、海苔巻き屋さん、キンパ、トマトキンパするんだよ、するよな。海苔巻きのお店、ここにあったと思ってないけどな。コーヒーショップもなくなってる。こんなんなかった。夏になるとこの100円のアイスをよく食べた。行く道にね、千葉行く前にここでアイス食べて、こっちに確か市場があったと思う。スーパーとか、確かここが多分市場やったと思うけど。ああ、そうだ、ここだ。ここや。ケアンサンチョントン市じゃん。ここや。ここでね。うわぁ、食べるもん買ってたんやね。お昼来ようかな、時間があれば。いつもここで買うのはおいこちゅって辛くない唐辛子のやつ、あれ100円でね、袋いっぱいに入ってるやつね。あれはね、好きでね、よく食べてましたね。野菜好きなんで。それサンチョか、サンチョとここでね、いっぱい買ってね。ね、小吉、ちょぎよんな。お肉屋さんもね、あったりして。マートある。ここでね、キムチチゲ入れるなんかね、ツナ缶あるんやけど、それが100円やったら買ってたね。150円とか200円とかする時あったけど、100円の時があるんですよ。その時にね、買ってたな。うわ、スーパー나 지금 엄마 전화를 안 받더니 전화를 안 받는 거야. お昼来るといいんやけどな、まさか。この時間はね、本当にね、2人でここ歩いて、本当もう簡単な料理して、一緒にご飯食べて。毎日一緒におって、
ケアン山カヌンギリ。ケアン山って山ですね。山に行く道。二人で登山もしたっす、この山。上でね、海苔巻き食べて、ラーメン食べて。終わりだね。これずっと行くと多分、このケアン山っていう山なんかな。多分そこやる。ね。この一本道。本当にいっぱい買い物しました。韓国にはね、こんな魅力的な市場が本当たくさんあります。僕の住んどるね、三重県にもあればいいんですけどね。本当。カメラは回さなかったんですけども、お昼の時間も一回行きました。ものすごいね、活気があって、あの頃と本当に変わってなかったです。どこへ行ってもね、本当にあの時の思い出が蘇って、本当にたくさん歩きました。今回の旅の目的地へのルートを教えます。ここがね、インチョン空港で、コンハンチョルドっつって、空港鉄道、これでだいたいソウル駅みんな行くと思うんですけど、ケアンっていう駅で乗り換えると僕が住んでた町の方に行きます。そこから9つほど駅を越えたところが目的地です。冒頭で話したこの動画の意味の2つ目として、僕の身内や、仲間になんですけども、僕が死んだら1回だけでもそっち行ったって報告しに来てほしいなっていうのと、どこでもいいんで海にでも半分ぐらいね湧いてほしいなっていう、動画にしとけばね道分かりやすいかなって、行きやすいかなって、そういう思いで残します。違うよ、別にね、いつかわからんっていう意味ですよ。別に長生きしたいとは思わんけどね、急いでもないし、どんな時どうなるのかわかんないから、とりあえずここはプピョンサンゴリっていう駅、2番出口出たらまっすぐなんでわかると思う。よかった、雨が止んで。見てるとね。だね。一つね、横断歩道を越えたらインチョン家族公園ってね、大きくこう書いてあるやつがあるんで、これずっと行けばね、
こ今ここでずーっと歩いてずーっと歩いて15番ピョルピッタンピョルピッタンピョルピッタンこの公園の一番奥、歩いてゆっくり歩いて20分ぐらいかな、こうやってねものすごい景色もいいしね、なんかいろんなことを考えさせられる道です。もっとなんだってしてあげられたのにっていう後悔と本当にごめんって気持ちと本当に悪い夢見てるみたいで、ずっとまだ何も整理つかなくて、なんかね帰り道急にね天気悪くなってきて雨に降られました。この韓国1週間いたんですけど毎日行きました。毎日行ったってね何も変わることないんやけど、なんて言ったらいいかわかんないです。どう言葉にしたらいいかわかんないですね。でもねこうやって毎日ね塞ぎ込んでたわけじゃなくてね、友達に会って本当に楽しい時間も過ごしたし、今回ね初めて出会った友達もいてね、本当ねみんなよくしてくれるんで、本当に人には恵まれてますね僕は。돼요? 네네네. 저도 찍었어요. 야, 괜찮아. 오른 괜찮아요? 와. 와. 그러니까 좀 그럼 여기서 좀 어떻게 의리 시즌 구독자의 내가 뭐 소개해 줄게요. 네. 아 감사합니다. 잠깐만요. 아 채널. 잠깐만요. 아 여기 있다. 여기 있어요. 채널 이동. 전에 일본어로 이야기할게요. 제가. 僕がこう YouTube してて声かけてくれたね YouTuber の方にお会いしてね、本当今ちょっとね감사합니다.いろいろね海で作ってなんて言ったのかな、リサイクル저거 갖고 왔어요.一つもらいました。ゲッターブラックゲッターブラックブラックゲッターすごいっすよ。ちょっと後でゆっくりサインもらわなあかんね。サインをここにサインをもらおうと思って、よかったらここにね、よかったら登録してください。お願いします。お願いします。お願いします。타정 와 소송주 오랜만이다. 인천에서 만든 네 맞아요. 소송주 인천에 作った 막걸리. 와
와 진짜 오랜만이다. 손주. 뭐 인기いいでしょ。 YouTube の方にね、僕のチャンネルもよかったらぜひ見に来てくださいみたいなね、英語で来て、僕見たらその韓国の方やったもんで、韓国語で返したらあれみたいな感じになって、それでね、いろいろ連絡し合ってて、どこに住んでるのって話から、聞いたらびっくりして、本当に僕の住んでたところのすごい近くに住んでたんですよ。そやもんで、今回行く時にぜひ会いましょうってことでね、お会いしました。日本のアニメをね、ものすごい好きみたいで、ゴミでそういう作品を作ってるんですよ。もしよかったらチェックしてみてください。なんかね、この日の朝にね、韓国のテレビに出たっつってね、見せてもらったんですけどね、羨ましいなと思って、僕も1回ぐらいテレビ出たいなと思いながらね、見せてもらいました。結局ね、この日もしっかり飲んでね、作業場も見せてくれるっていうことで見に行って、そのままそこに泊まらせてもらってね、ほんとすぐ仲良くなりました。ジン君고마워요。서로 힘내요。そうそう、初めにね出てきた友達が、このガンプラ売っとるところあるよって教えてくれて連れてきてもらいました。僕あんまりね作ったりはしないんで全然わかんないんですけど、ものすごいね数売っているところで、なんかちょっと有名なところらしいです。撮影のね許可もちゃんと得たんですけど、なんか言ったらあかんのやろね、これ中華の偽物があるのかな、それも売っとるらしくて、それは取らんといてくれって言ってました。言っちゃった。이거 아니야? 이건데? 이거예요? 이건 되게 크다 아마. ガンプラも、その他のプラモデルも僕ちょっとね全く分かんなくてですね、もっとね目利きができたらねもっと楽しかったんだろうけども、かなりね高額な、プレミアついとるようなものなのかななんかもいっぱい売ってまして、本当にものすごい量がありました。이제 만들어 놓고 야 그냥 그대로 이렇게 있는 건가? 만든 건가? 만들어서 완제품으로 나오는 거 아니에요? 그래? 나 모르겠는데. 만든 건가? 만들어서 한 거 아니에요? 만들어서 파는 건가? 근데 이거 보면 완성품 같지 않아요? 그래? 설명서 없고 그거만 같은데? 그렇구나. 얼마인가? 39,000원? 4만 4,000엔ぐらい. 한 4만엔 정도. 4,000엔. 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 安いか高いかわからん. 이거다. 내가 만든 거 이거. こんなんあんのこれ. 이것도 다이 돌아가는가 봐 이거. 어, 42만 원. 와, 40만 원. 와, 4만 엔. 아마 이거 엄청 비싼 거. 뭐 지금 이제 안 나오니까 그러니까. 와, 그거 초고급. 아마 이쪽만 일 거예요. 이쪽은 아니고. 그래? 4만 엔. 4만 엔. 와, 너무. 이거 3만 엔. 와,久しぶりに見た。これ G1 はいいやん。TB 戦士 G1 もこれ얼마야? 어디서? 얼마? 이거네. 비싸다. 5,600엔. 와. 옛날 거라서. 昔の5,600円。価値があるのかはわからないです。高いのか安いのかはわからない。G1 欲しいな。지금 갖고 싶은 거 이거다. 아니야. 지금 본 중에, 지금 본 중에 이거 되게 좋다. 근데
일본 가면 더 비쌀 수도 있어요. 아 모르니까. 일단 몰라. 에. 와 이거 뭐지? 무슨 아니메? 몰라 이런 거 아닌가? 아 사이버홈이라. 어. 오우거래요, 오우거. 아 3만 円. 125만 원 할인 중이네. 우와. 네. 마진가. 얼마인가? 안 써있. 가격은 아. 그 말로 분으로 와. 아마 그거 많이 비쌀 거예요. 그러니까. 우와. 큰 거도 있다. 비싸고. 비싸고. 얼마야? 28,000円. 한 20만 원? 손도 세요. 우와 이거 뭐야? 뭐야 그게? 노타치. 5만. 50만 원? 다 50만인가? 그렇죠. 5만 원. でっかい。これもある。これでもなんだこれなんだうわ、7万円。うわ。これ7万円。좀 비싸다. 90만 원? 이거 90만 많이 안 비싸. 많이 안 그래? 비싸. 아니. 그런가? 되게 크잖아. 팔기 전에 응. 한번 열어 보여주고 아, 부품 있는 거 다 확인시키고 판다. 아마 그런 소리야? 그런 사람도 있을 거 아니에요. 가져갔는데 부품 없어요. 그러네. 와. まあ、日本では簡単に手に入るものなのか、もうそれともまたすごいレアなものなのか、まあね、よく分かんなかったんですけども、ものすごい高額なものもね、いっぱい売ってて、かなりの数はありました。 여기가 많다? 콘담은.あ、ちなみにガンダムは韓国語でコンダムです。아예 판단을 모르는. 나도 모르겠는데. 할까? 응, 고마워. 홍보가 되는 때 응, 바깥에 찍어. 응. 이름이 이건가? 그거 아니지. 맞아요, 자유장터. 자유잔토. 여기 창고 매장. 아, 카페. 창고 매장. 先ほどのが店の名前みたいですね。まあ、ソウルじゃなくてインチョンで、まあ、本当にね、住宅街の中にポツンとあるようなところなんで、なかなか行きづらい場所なんですけども、ガンプラを海外にまで探しに行くような方は、ぜひいないかな。今回は彼女のお母さんたちに連絡せずに行きました。ね、僕が行ってもね、本当になんか負担になったらあかんやろし、何もねしてあげれなかったっていうか、俺がもっとちゃんとやっとれば申し訳なくて、ちょっとね、まあばったり会ったら会ったでまあっていう思いで行って、あの日あの場所でばったり会って、お母さんがね、なんで連絡せんのっつって、そんなん来るんやったら絶対連絡しなあかんし会わなあかんやろっつって怒ってくれてね、本当にありがたいですね。本当にありがたいです。 그저께 따먹은 그 껍데기 좀 여기서 항상 간식을 여기서 먹어. 아, 간식 여기서 먹고. 바람 나게 가는 날 앉아있으면 나무 소리가 結局お母さんとはね、この1週間に3回も一緒にランチ2人でして、2人がね知ってるコーヒー屋さんでコーヒー飲んで、彼女がね働いてたこの大学、ここいつもお母さん散歩するんやって言ってたんで、一緒に散歩してね、そうやって一緒に時間を過ごしました。 오, 여기 다 보이네요.
えあれと먼지가たくさんある。韓国のなんでもないちっちゃな町なんですけど、ここが一番僕は好きです。お母さんもおるしね、一番最初に会った友達もね、ここの出身でね、すぐ家も近くやったんですよね。本当にここにはね、本当にたくさん思い出が詰まってます。思い出すと辛くなることもあるんですが、やっぱりね、なんか今でもフラッと出てきそうな、会えそうな気がして、本当に、ねえ。이렇게 한 바퀴 돌고 계단을 내려가면 답이야. この日は彼女の誕生日でした。お母さんとね、一緒に行ってきました。一番のね、大学の時の友達だったかな。韓国に住んでた時に3人でね、何回か会ったことある友達なんですけども、遠いとこから来てくれて3人で会ってきました。私の結婚式の時に歌を歌ってくれて、その時の写真あるでって言っていただきました。僕と会う数年前かな、多分その時の写真、歌を歌ってる写真、本当にね、綺麗。もう本当好きやった、歌歌ってる時の。次の日、僕はまた一人で行きました。今回この日が最後だったんで、ゆっくり時間かけて行って、ゆっくり向こうで過ごして、僕はまあ今回1週間だけだったんですけど、毎日行って、そしたらね、隣にいつもね、いるおじいちゃんがおって、最後のこの日ね、僕にとうとう話しかけてきましたね。そのおじいちゃん、本当に毎日来てるんじゃないかな。なんかね、本当優しく話しかけてくれてね、肩叩いてくれてね、俺があれしとるで、本当にね、本当優しくされたらね、本当に余計泣いちゃうっつよね、本当で。多分また行った時に、おると思うでね、また挨拶しようと思います。本当にね、友達たちもお母さんもね、見知らぬおじいちゃんまで優しくしてくれてね、本当にもうありがたいですよね。こんなことになるんやったらね、僕もっと優しくできたしね、もっとなんだってできたのにね、本当に申し訳ないなっていう気持ちですね。こんなのを動画にするなんてね、なんかどうかって思われるかもしれないですけど、こうやって動画撮って編集して、そしたらね、今までで一番鮮明な夢を見たんですよ。でそれだけでもよかったなって思います。ずっと思ってたから出てきてくれたんかなって。俺夢の中で必死でウリージェ変貌かけさるじゃって無理な夢を一生懸命言ってた。本当にごめんな、ごめん。
아 여기구나. 예, 아. 교대교회. 거기 신호 걸려가지고 지름길로. 아. 경교대 안녕야. 안녕 경교대. また最初の友達がここまで迎えに来てくれて、最終日はね本当に空港まで一緒に連れて行ってくれて本当ありがとう。誕生日の日、お母さんと友達とこのチュクミって言って飯田港のコチュジャンベースの甘辛いタレでねこう炒めた料理なんですけど、これが美味しくてね、日本帰るまでに最後何食べたいとか言ってくれて、もうこれを絶対食べたいって言って空港のね行く道にあるお店に連れてきてもらいました。これね見た目以上に辛くなくてねすっごいうまいんですよ。ぜひ韓国行くときはぜひ食べてください。チュクミです、チュクミ。今回の韓国1週間の旅はこんな感じで終わりました。いつもなんですけど本当にね友達よくしてくれるんで、僕は行く時のがバッグが重たくてね、お土産いっぱい持ってくんで、帰りのがねほんとスッカスカで帰ってくるんですよね。特に自分にお土産とかないんですよね。本当にみんなよくしてくれるんでねありがたいです。僕の大切な第二の故郷なんでね、また時間できたらすぐ行くんやろうな。韓国語も下手やけどまあね友達と意思疎通はできるんでまあ不自由ではなかったし、彼女がね日本語めっちゃうまくて僕が勉強する必要もなかった感じだったのがあって、でもねやっぱり、年とともに忘れてきてるし、もっと友達ともお母さんとももっと深い話できるようにと思って勉強しようかなと思ってちっちゃい本空港で買ったんですけど、勉強も作品作りも生きていくことも小さいね楽しみを一つ一つ見つけながらなんとかねやっていきたいなと思います。今回はこれで終わります。ありがとうございました。ではまた。